テンション以上にかからないです。何も起きない。粘着に対して正しい認識をしている人はあんまり多くない。ボールがくっつくのが粘着ではない。皆さんこんにちは。あっち待ってください。ワールドラバーマーケットのグッチとチャバリータです。お願いします。お願いします。今日ですよね、チャボさん。今日のテーマは、はい、粘着です。粘着。いや粘着っていうのでタイトル作ったことないですね。はい、改めての粘着。粘着はい。とは何ぞやみたいな感じですね。そうです。粘着とは何ぞや。はい。改まって解説したことはないかな。そうですね。もうはい、当たり前のようになんかもう粘着ラバー、粘着テンションラバーってもう言いまくってるんで。はい。はい、そうですね。どうしましょうか。粘着ラバー。粘着。そもそも粘着ラバーとは、粘着ラバーとは表面に粘着があるはいラバーです。やばい、まんまだ。究極のまんま。いや、でも、はいはい、粘着に対して正しい認識をしている人はあんまり多くない、と感じているので、はい、説明しようかなっていう。いや、ぜひぜひお願いします。はい、私もそれを感じてます。はい。粘着ユーザー。粘着ユーザーなので、はい。じゃあそうだ、まず分かりやすいところで、はい、粘着ラバーはすごい回転がかかる。そうですね。っていう解説が、テレビの実況とかでもありますよね。はい。かかりますよ。確かに。全体的な傾向としては粘着があるイコール回転が強めな傾向ですかね。全体的には。ただ自分はそれだけでは説明不足かなと思ってまして、粘着ラバーはですね、回転のかけやすいラバーじゃないです。やばい、深いな。深くはないでしょ。いやでも深いですよ。いやでもいいです、ナイスな。いい、面白くなってきました私も。そうですね。回転がかかるイメージがあるけど、実はかける感覚がないとテンション以上にかからないです。そうなんです。テンションは純粋に引き連れてくれるんで、弱いタッチでもかかるんですよ。ただ粘着っていうのは自分からしっかり入力してあげないと何も起きない。そうですね。何も起きないというかナックルが出ますからね。ナックル出ます。そうナックルも粘着の特徴の一つですけど。そうなんですよね。なんか回転がかけられない方が使うと、もうナックルの嵐になるっていう。ナックルの嵐。もうドライブもナックルボール。ドライブもナックル。相手逆にかかってねえぞと言われる。パチッて当たってかかってね。やりづらい。逆にやりづらいんですけど、サーブもナックルサーブ。ナックルサーブ。そう。ブロックもナックル。基本的に全てがナックルにミート主体みたいになってしまうんですよね。回転を求めたいのになぜかプレーが逆にミート型になるようなそうですね感じになるんですよね。そういった傾向は確かにありますね。じゃあ何が優れてるのかっていうところなんですけど、これ僕の見解でもあるんですけど、いやいいですよ。回転がかからないって言いましたね。って言いました。つまりかけないことができるんですよ、粘着って。そうです。で、逆にかけた時はテンションよりもその回転の上限量っていうのは高いんで、そうなんですよ。粘着の強みっていうのは、僕はその吸湿の幅だと思ってますね。いやかからない、かかる。あと、粘着っていうのはそもそもテンションに比べて弾まないんで、弾まないから弾む。飛距離を出す時はテンションよりも飛ぶんです、実は。そうです。これが粘着の強みだから、癖玉って呼ばれるところのゆえんであるとも思うし、その幅が強みなんですよ。じゃあテンションはどうかと言われたら、その粘着の幅がぐっと狭いのがテンションだと思ってます。そうなんですよね。それが私にとってもいいことでもあれば悪いことでもあったりとかするとこが粘着だったりするんですけど、私なんか特にもともと高速卓球でパワフル系で両ハンドで触れるわけじゃないんで、フォアハンドでちょりちょりフォアハンドでドライブをかけ続けるということしかできなかったので、もう変化でしか取ることできないんですよ、ぶっちゃけ。めっちゃかかってるループか、めっちゃかかってないループ、もう得点源の結構それかなりの割合占めてます、私自身。動画では結構編集カットしちゃってますけど、つまらない点数の取り方なんで一番かかってるやつは最近たまにこう動画編集で残してたりするんですよ、ループで飛ばしてたのには。でもそれと同じぐらいネットミスをしてるチームも多いです。
実際相手があれグッチのあれさっきのなんかすごいかかってたけど次何もかかってないやんとかナックルドライブです。はい、もう地味にそこの点数、勝負どころとかのナックルドライブとか本当よく聞くんで、はいはい、やっぱ粘着ラバーはそういう回転幅やっぱすごいっすね。すごいです、はい、回転幅とあとカウンターとかも私やっぱドライバークソ遅いんですよ。はい、動画見てもらうかるんですけどグッチのフォワードで遅いなってこうよく言われるんですけど遅いけどでもカウンターだけ一丁前に速いんですよ、なぜかというと相手の球のインパクトがあって速いから、はいはいはい、インパクトが強くなるんで相手のゴンってきた球を自分で当てにいったら自分の遅いスイングでも相手の速さプラス自分の速さ加わってカウンターだけグッチめっちゃ速いじゃん一撃じゃんみたいな感じになってるんで、はいはい、ループクソ遅いでカウンターだけめっちゃ速いみたいなだからもうまさに粘着のスピードの緩急もめっちゃ出てるんですよ、遅いちょりちょりとクソ速カウンターみたいな、はいはい、相手はクソ嫌だと思います、遅い回転のかかってるのとかかってないのとっていうので私のパワーがないなりにもそういう変化で今私は粘着の変化で戦っていると言っていいですね、はい、ありがとうございます粘着ラバーさんありがとうございますもうだから粘着ラバー様々なんですよね私の今の卓球は粘着ラバーのおかげでこんなに点数取らせてもらったりとか、でテンションに変えた時が、はい、全部速いし全部かかって速いっていうこう、ある意味粘着よりもかかる部分いっぱいありましたよ、はい、弱いタッチ詰まった時の回転量とかはやっぱテンションの方がやっぱ強く出せるんで、そうですね、スイングスピード出せなかった時はやっぱテンションラバーの方が食い込んで飛んでくれるんで、はい、全部全世界にあるんですよ、ただネットミスしないんですよとかオーバーミスもしないんですよ相手が、はい、回転量がやっぱずっと一定なんですよねやっぱそうなんです。なので詰まって打っても普通に相手が早くボンって返せるんでおおみたいな粘着ラバーだと詰まって持ち上げた時、はい、かかってないからダメでしょと思うんですけど、はいはい、ナックルじゃんこれだけどそれが相手が気づかないんですよ、はいはいはい、かかってるもんだと思うんで、粘着ラバーイコールかかってる相手は思うじゃないですか。しかもそのかかってる球もたまにそうある、はい、その両方がある中に詰まりながらって粘着でこう打つとはいこれほぼ向かいもうドナックルボールはいきましたみたいな、はいはい、相手が合わせるとドサッみたいなラッキーみたいな、はい、なので、はいまあ、粘着ラバーありがとうございますって感じになってます、はいはい、なので私はもうテンションはフォア面には使わないかなと思います、はい、そういう意味ではあとは、粘着ラバーのおかげでだいぶちなみにその粘着力なんですけど、はいまあ、よくボールがくっつくなんてそうですねこう、ピターってよく有名ですよねこうギューッと、はいまあ、分かりやすいからね目でそうですね粘着力が目で分かるボールがくっつくぐらい強い粘着だって、はい、でもボールがくっつくのが粘着ではないっていうのは改めてここで言っておきたいんです。はい、ボールがくっつかなくても、はい、粘着ラバーは粘着ラバーです。そうですね、はいはい、これはみんな結構勘違いしてる人が多いので、注意してください。そうなんですよね。ツルツルでも粘着は粘着です。はい。いやわかります、はい。性能はちゃんと出ますよね。ちゃんと出るんです。はい。で、あともう一つ伝えておきたいのは、はい、強い粘着は硬いラバーじゃないと保てないです。はい、同じ粘着力がついてても、はい、柔らかいラバーだとボールってくっつかないんですよ。そうですね。はい。はい、なので、自分の中での粘着、はいまあ、本当の意味での粘着ラバーというのは硬いっていうのが一つあります。硬、はい、いからこそ差も大きく出るし、そうですね。はいわかります。粘着らしい球っていうのはやっぱ硬いラバーにより強く出るねっていう感じありますね。はい。でボールがくっつくっていうのは、はいまあ、正直言ってしまうと、はい新品おろしたての頃はつくものは多いですけど、そうですね、まあ、木製も多分最初つきますよ。最初はつきます。ついたりしますよ、はい、ちょこちょこ、はい、あとは保管方法によって変わっちゃうんで、はい、結構お客さんから聞かれても、はい、まあまあ答えづらいっていうのがあります。はい、そうですね。いや実際私もやっぱ粘着力に結構敏感な粘着ユーザーも多いんですよね。その粘着が、はいはい、やっぱ粘着力があるないでやっぱ不安になって粘着力ないと不安になるっていう粘着ユーザーとかもいたりするんですけど、でも根本的に多分粘着があってもなくても、うん、そのラバーに関しては多分ずっと同じように使えるっすね。大体は同じです、はい、でも結局もう粘着その粘着が最初新品だからあるじゃないですか、はい、でもなくなっても結構そのままいけるんで、うんはい、逆にそれで、はいね、最初の新品の頃の粘着がないから、はい
かかんなくなっちゃったなっていう人は、もうそもそも多分粘着っていうのは使えてないと思いますね。そうですね。やっぱある程度のこすったり弾いたりっていう感覚が絶対的に必要なんで、それがあればその表面のまあちょっとした変化っていうのはあまり影響してこないんですよ。そうですね。本来ですね。はい、確かに。だってこれね、多分ボールくっつかないでしょ。はい、くっつかないですね。もうこれを使い込んだら粘着ラバーは、だからボールくっつかないのが基本ですね。はい。全然普通だもんね。はい、そうですね。それでもやっぱ粘着ラバーは粘着ラバーなんで、はい。なんならボールがくっつくのって本当に最初ぐらい。そうですね。最初ぐらいで、まあそういう感じで奥深いですね。それとも奥深いです。ってことはまあ選手によってはだからその感覚がまだそのない状態だったらすごいナックルボールになるし、はい、で回転が逆に粘着ラバーイコールかからないっていう、はい、答えがやっぱ出ちゃいますし、はい、でかけられる人からとかスイングがだんだんできる人になるといきなりめっちゃかかるラバーになるってことですよね。そうです。ある日突然めっちゃいいラバーになるんですよね。まあ幅が出せる。はい。いきなりこう回転がかけられるようになってからこうとか触れるようになってから、はい、非常に強い回転量とか幅のあるプレー、まああとはクラブはその方程式を、はい、卓球の方程式を崩せるラバーだと思ってるんですよ。あ、そうですね。そのドライブの軌道だったり、はい、サーブの軌道だったりレシーブの軌道だつつきの軌道だったりもう全部が普通のこうテンションでやり慣れてる人であればあるほどっていうか、まあ上級者になればなるほど、はい、方程式って法則が大体決まってくるじゃないですか、こういうスイングしたらこのぐらい飛んでくるとか、大体テンション同士だともう分かってくるものなんですけど、それが粘着ラバーは崩れるんですよね、はい、振ってる割に飛んでこなかったり、振ってる割にかかってたり、はい、振ってる割にかかってなかったり法則を壊すような形のものが多くて、なので、まあ、そういうので、まあ、番狂わせを起こしやすいのかなと思ってます、なので私自身も結構それで粘着ラバーの恩恵、そので、まあ、同角もしくは角上に対して勝負するなら、まあはい、理論的に捉えると、ね、粘着っていうのがやっぱ絶対的に有利で、そうですね、まあ、理論的に言うと、まあ、サーブレシーブ3球目、などがやっぱ卓球の勝ちやすい、ポイントになるので、そこはやっぱ粘着性の方が強いっていう印象はありますからね。サーブ切れるしレシーブ弾まないから、まあ、あとは時間が使えるっていう、そうですね、はい、自分の時間を、はい、私もそうですね、まあ、自分の時間を粘着ラバーのおかげで作って、はい、ゆっくりドライブできてるんで、ね、高速卓球が向こうしてても気にしないみたいな、はい、高速卓球全然来てもらっていいですよ、自分は粘着で山描いてますから時間稼ぎしますからっていうのできるんで、確かに比較的、その速い卓球の若手とかにその向こうの強い人に飲み込まれにくいのが、まあ、粘着ラバーのそのワールド、はい、世界なのかなと。だから中国選手が強いのはそこら辺かもしれないですね。そうですね。単純にスピードも速いだけですし、もちろんあるんですけど、やっぱ粘着の回転の圧倒的に強い世界っていうのはやっぱ全てをコントロールできるんだなと思いますね。というので、ぜひですね、これ粘着ラバーおすすめするのかな、これ分からない、どうなってんだ。粘着をおすすめしてるのか分かんないけど、難しいとは言ったんですけど、角上しかいない最初のスタートの人はどうなるんだって言ったら、使いやすい粘着ありますので、水性とかが、メイスとか水性とかが入りやすいですね。まずそこから入って粘着の良さを体験していただくっていうのはいいのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ということで、粘着力でした。面白いよテーマ、粘着力っていうテーマでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。